こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は、梅子さんからご応募いただいた作品です。2年間もハウスメーカーや工務店を訪ねているそうですが、理想の間取りになかなか出会えず、間取り迷子になっているとのことです。要望が多すぎて、どこでも無理だと言われるということですので、相当難しそうですね。概要については、建築場所は東京都23区内です。ご応募いただいたのは梅子さん、40代前半の方です。家族構成はご夫婦と子供さんが2人。ご主人は運送業で車の整備も自分でしているので荷物が多くてバイクがご趣味。奥様は看護師で育児休暇中。長女の方は小学生でリモート授業あり。次女は0歳とご紹介いただきました。駐車台数はワゴン車1台、ハーレーダビッドソン2台、原付1台、自転車2台です。用途地域は大集中高層住居専用地域で、建蔽率 60%、容積率 200% です。最高高さの制限16メートル、準防火地域。今回この準防火地域がポイントになります。道路は私道で幅 4.5 メートル、周辺は静かな住宅街ということです。今回梅子さんから現在住んでいる家の間取りと計画中の間取りをお送りいただきました。まずこれは現在住んでいる家の間取りです。建て替えを考えられた理由をこんな風に言われています。理由はリビングが狭く、他の部屋も有効活用できていないからです。現状 7.5 畳の LD で、長女の学習や次女の遊び場、食事、団らんなど全てをしており、就寝の際に2階に上がって一室で寝る生活です。物は使わない他の部屋に突っ込んでいる感じで、使いたい時に使いたい場所にない状況です。子供が大きくなっていくにあたり、このままだと狭いリビングでのストレスと個室生活になってしまいそうで立て直しを考えました。寝る時以外は1階のこの部屋で過ごしていて、狭くて使いづらいです。このテーブルで勉強、食事、仕事をしています。とメモ書きがあります。この和室には子供のおもちゃやランドセルを置いてあって、あまり使えていないようです。寝るのは2階のこの部屋で、ベッドを3つくっつけて4人が寝ています。あと5年くらいはこのスタイルだと思います。残りの部屋は主人の仕事の事務用品やバイク用品、服の収納と書かれています。このような生活を改善しようと考えられたのがこの間取りです。方位は右側が北で、下が 4.5 メートルの道路です。1階はワゴン車とハーレー2台を建物内に置いて、その奥の物置はご主人の仕事やバイク関係の部屋だと思います。それと外部に原付と自転車2台。玄関はこちらから入ります。左手にシューズクロークがあって、正面に階段と廊下、階段下にトイレ、個室は4畳半と6畳の2部屋です。この階段から2階へ上がります。2階は階段上がったところにリビング、その奥にダイニング、キッチンです。南西の隅にバルコニーがあって、そのバルコニーに面してスタディコーナーがあります。バルコニーの北側が水回りで、トイレ、洗面、浴室、そしてリビングの東側に5畳程度の個室が1部屋という間取りです。間取りの考え方について、このようにまとめていただきました。理想の生活として、共働きなので平日は家事、学習を気持ちよく行い、週末は家族でアウトドアを楽しみたい。可能であれば自宅の屋上やバルコニーで焼肉でもできたら嬉しい。自然光で暮らせる明るいリビングで家族が集まりたい。間取りの要望としては、一番の希望は各自の作業が同空間ででき、自然と集まれる広いリビングです。その空間にはダイニングセット、200センチのソファー、テレビ、おもちゃスペース、学習スペースが欲しいです。使う場所に適量の収納が欲しいです。家族でキャンプが趣味なので、キャンプ用品で2畳程度です。主人がハーレー2台、原付1台所有しています。今までバイク好きと伝えると、リビングからバイクが見える間取り、ガレージを通って玄関になる間取りなどの提案をいただきましたが、そうするとリビングが狭くなってしまうので、リビング優先の間取りを希望です。主人はバイクの雨がしのげれば、屋外駐輪で OK だそうです。シューズクローク希望です。洗濯スペースの横にファミリークロークがあるのが理想です。共働きになるので、カンタ君を入れて洗濯を済ませる予定。家事動線を良くしたい。
水回りと LDK が同一フロアで完結することが希望です。個室の数については、長女が小学生のうちはベッド3つつなげて4人で寝て、中学生になったら 4.5 畳程度の個室を与えたいです。子供に季節を楽しんでもらえるよう植栽をしています。そのスペースは小さく欲しいです。屋上やバルコニーで夕食時にバーベキューなどしたいです。道路に面したバルコニーでは声や煙で周辺の迷惑になるので、屋上などがいいのかなと思っています。今の間取りで実現できていないこととして、リビングに収納がなくごちゃごちゃしそう。別作業を干渉しそう。リモートしている長女の後ろで次女が騒ぎそう。別部屋じゃなくいい位置にスタディスペースが欲しい。水回りとキッチンが離れていて家事動線が不安。水回りに日常仕様の家族の服置き場。個室の部屋割りが合わない。今はベッド3つ置ける個室。将来は6畳、4畳半、4畳半の個室があればいいです。主人の仕事スペースは書類ファックスで 1.5 畳程度欲しい。1階の物置にアクセスが悪い。4.5 畳の設定ですが、2畳ほどで OK です。ということですが、まだまだ実現できていないことが多そうですね。現在お住まいの家の1階と2階を逆転したプランなので、日当たりは確実に良くなります。それと多分ご存知だと思いますが、準防火地域の建蔽率の緩和を使って、このプランでは建蔽率約 63% まで広げています。それでも床面積のうち結構大きな面積が車庫になったので、残念ながら使える面積は思ったより増えなかった感じでしょうか。確かに要望などが多すぎてと言われるように、相当収納などが必要な感じです。床面積を増やさないと満足できる間取りにならないと思いますが、どのように考えておられるのか、文面からだけではなかなか推し量るのが難しいところがあります。解決策としては3つ考えられます。1つは階数を増やして3階建てにすること。2つ目は2階建てで最大限面積を確保すること。3つ目はご主人の仕事やバイク関係のスペースを外で借りることなんですが、今までハウスメーカーや工務店に相談されているのに3階建てというご要望がないということは、コストの面からか、また北側のお宅や近隣への配慮からか、この1つ目の3階建てについては検討の余地がないのかもしれません。もし3階建てとする場合は、3階に個室を3部屋設けて、そうすると1階の車庫や仕事関係のスペース、2階の LDK や水回りに余裕ができるので、問題はなくなると思います。もし3階建てを検討するとしても、そのプランは難しくないと思いますので、今回は省略します。3つ目の解決案は、現在の住まいでも部屋数は足りているので、バイクや仕事関係の倉庫を借りて、2階の個室に置いてあるものがなくなれば、だいぶ違うのではないでしょうか。1階をリフォームして、押し入れ部分の壁を抜いて、和室をリビングとつなげてやると、リビングダイニングが随分広くなります。この押し入れの壁は体力壁になっていそうなので、他で補強できるか、構造体力の検討は必要ですが、可能性は十分あると思います。物の量がマックスの状態で、それを全て入れることができる器を作るのか、最小限の器にしておいて、収納が足りない時期は外で借りるのかは、それぞれ考え方が違うと思います。ただこのあたりも検討されていることと思いますし、ここでは提案のしようもありません。ですので、今回は2つ目の解決案、2階建てで床面積を最大化させた案を考えてみます。梅子さんはご存知だと思いますが、先ほど出てきた建蔽率の緩和について少し説明しますと、2年前に施行されたのですが、準防火地域の建蔽率が 10% 緩和されました。条件としては準耐火建築にする必要はありますが、もちろん木造で可能です。特に今回のように床面積が不足する場合はメリットが大きいかと思います。最近この法律が改正されたのは、今も耐震性や防火性が不足する建物が多く残っている密集市街地での建て替えを促進するためです。ただこの緩和は密集市街地でなくても準防火地域には全て適用されます。梅子さんの敷地は建蔽率 60% の地域ですので 70% まで緩和されることになります。70% というと多分思われているより敷地いっぱいに建てることができます。図で書くとこれぐらいで 70% になります。建蔽率を 70% まで使って2階建てで最大限の床面積を取れるようにスケッチしてみますので、どこまでご要望が実現できるのかを見てください。
それではできましたので見てください。1階はこの車庫にワゴン車、ハーレー2台、バイク、自転車1台を入れます。自転車もう1台は入りきらないので仕方なくこちらに止めます。この一面を収納としてキャンプ用品、バイク用品などを収納します。ただこの収納を使うときはバイクを移動しないといけないのは面積の制約からやむを得ないと考えます。車庫の奥が仕事用のスペースです。準耐火構造ですので車庫はオープンにすることはできません。防火性の高いシャッターが必要になります。住宅部分へはこちらから入ります。季節の汚水マスや水道メーターがこちら側にあると想定して反対側を玄関にしましたが、汚水マスの位置が逆なら左右反転してください。その方が2階の LDK の南側に窓を設けることができます。玄関の収納は小スペースのためにシューズクロークとせずに壁面収納としました。この面のずらっと並んだ収納は車庫側の収納との兼ね合いで決めてください。そして階段下を利用してトイレ、収納、一番奥が寝室6畳です。寝室の奥をウォークインクローゼットとして仕事場に出入り口を設けてもいいと思います。この階段から2階へ上がります。2階は階段上がったところが LDK です。アイランドキッチンと奥がパントリーです。その東側にダイニング、リビング、少し出っ張ったところにスタディコーナーを設けます。デスクの下に一部収納を設けることができます。パントリーの南側にトイレ、洗面、お風呂。その東側にウォークインクローゼット、個室です。個室は9畳でベッドを3台並べることができて、将来間仕切り壁を設ければ4畳半が2部屋できます。このウォークインクローゼットの洗面側に引き戸を設ければ洗面から着替えを取ることも可能です。それでもバルコニーを取るほどのスペースはないので屋上をルーフテラスとします。ここから階段で上がって階段上がったところにルーフテラスを設けます。このルーフテラスはバーベキューや物干しに利用できます。あまり高くせずにここは屋根の中に収めるイメージです。断面はこのようになります。切り妻屋根としてルーフテラスを掘り込みます。勾配天井に沿って階段を上がります。このルーフテラスに面して窓を設けてリビングダイニングや個室に光を取り入れます。このようなイメージです。同じようにルーフテラスを設けて日照を取り入れた事例で狭小敷地では有効な手法です。それと子供に季節を楽しんでもらえるよう植栽していますとのことですので、このルーフテラスをガーデニングスペースとして利用してもらえればと思います。できればここに朝顔とかゴーヤを植えて緑のカーテンを作ると夏の西日を遮ってくれます。この緑のカーテンの葉の間からこぼれてくる光は日常生活の中でも自然を身近に感じさせてくれるはずです。ルーフテラスを設けてもなかなか利用されないものですが、こうしてリビングから見えていると階段を上ってでも気持ちの良い空気を吸いたくなるのではないでしょうか。以上が2階建てでほぼ最大限の面積を取ったプランです。これで収納が足らないとなると3階建ても考えないといけないと思います。どこまでご要望に近づけたかは心もとないですが、全体的な計画を整理するのに参考にしていただければ嬉しいです。今回は以上ですが、準防火地域の建蔽率の緩和によって特に狭小地では建て替えがしやすくなるかもしれません。気になる方は敷地が準防火地域かどうか、市のホームページなどで調べてみてください。防火地域は都市の中心部にしか指定されていませんが、準防火地域は比較的広く指定されていますので、同じような条件の方は確認してみる価値はあるかと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。